皆さんはシネマカメラと iPhone どちらが綺麗だと思いますか？はい、皆さんこんにちは、大川祐介です。今ね、僕の右手には500万のシネマカメラと、あとは10万のこの iPhone があるんですけれども、このねカメラ両方とも同じカメラなんですけれども、どれだけ映像が違うと思いますか？はい、具体的にね説明するのは難しいんですけれども、今回はね、何をするかっていうと、以前僕がね星野リゾートリゾナーレ八ヶ岳にてシネマティック合宿をしたと思うんですね。でそこでシネマカメラを使った表現と、あとは iPhone を使った表現をしてきたんですよ。で実際にね比較を今日はねしていくとともに、あとはシネマティックをね編集画面を使った解説もねやっていこうと思うんですけれども、根本的にこのシネマカメラと iPhone ってどのぐらい差があるのかってところは結構ね永遠の課題といいますか、明確なんだけれども、ちゃんと言語化されてないポイントが多いので、今日はねそういったところも含めて、皆さんにご説明したいなと思っております。はい、それではね早速この星野リゾート、今回シネマティック4本作りました。シネマカメラ2本と、あとは iPhone コンテンツ2本ですね。で基本的にそのねファミリーチームとワインチームに分かれて、各々のねこの星野リゾートリゾナーレ八ヶ岳の魅力をね収めてきました。なのでそのね動画の解説も含めて、やっぱりシネマカメラってこういうとこがいいよね、 iPhone ってこれがいいよねみたいなところを伝えられたらなと思っております。それでは行きましょう。はい、ファミリーインリゾナーレ八ヶ岳シネマティック行きましょう。わお。まずね、ワンカット目。これもう合宿でも皆さんにお伝えしたんですけれども、何もないところからあるところに行くっていう動画でしっかり起承転結をつけるってことですね。かっこいいですね、このカット。で、ワンカット目結構長めに使ってるので、次は抽象絵。細かいカットとか自然描写とかをテンポよく音楽に合わせてつなげます。いいね。これね、片方トランジションしてるじゃないですか。手前ぼかしてるんですけれども、これ両方ともねこのカットがトランジションねつながってる規定がなくても、片方だけ使えばそれっぽく見えるんですよね。なのでぜひねこういった技法を試してみてください。片方はドローンで綺麗なんだけど、次のカットだけ手前ボケてると、向きは近いんですけどね、同じ角度でこういう風に一貫していってるんで、そういった意味ではシンプルスに見えるんですが、そういうギミックが入ってます。いいですね。まずね、このね、ファミリーチームなんですけれども、お子さんが際立って見えますよね。これなんでこれ際立って見えるかっていうと、レンズがね、単焦点レンズなんですよ。背景がボケるように作っていて、ボケると何がいいかっていうと、被写体さんの表情だったりとか、真剣な眼差しを撮ることができると。これがじゃあ iPhone だとすると、背景の風景まで映ってしまうので、被写体がね、際立つような表現っていうのがなかなか難しいんですよね。はい、それはシネマカメラの魅力ですね。あと根本的に色の入りだったりとかノイズだったりとかが出ないです。でこのドローンの映像は Mavic 2 Pro で今回撮影しました。はい、で一応ねシネマカメラっていうふうに言ってるんですけれども、ドローンも使うし、もちろん GoPro とかも使えます。これもねやっぱり基本的に星野リゾートさんのこの CM を作るっていう観点で今回は挑んだので、撮影してる時にしっかりそのファミリー向けの体験としてお子さんに GoPro を持ってもらうと、そういうね表現とかもやらせていただきました。可愛いですよね、こんな感じね。はい、でこれシネマカメラにジンバルつけて撮ってます。これだけ見てら分かんないと思うんですけれども、皆さんもねシネマティックとこの iPhone 比較してみてください。やっぱりこの色のね、色っていうのは基本的にピクセルが連なってできてるんですけれども、ピクセル一つ一つの粒のね量が多いんですよ。この、綺麗な方っていうのは情報量も多いしっていうことなんで、映像が綺麗に見えるし、色味とかも載せやすいしっていうのが魅力ですね。本当に全て解説するのは難しいんですけれども、ざっくり言うとそういう形です。最後はドローンで星野リゾートリゾナーレ八ヶ岳で終了です。はい、それではねこのワインチームのシネマティック見ていきましょう。これも基本的に作り方構成は同じなんですけれども、いきましょう。ワンカット、ワインです。ワイン畑、めちゃめちゃワイン美味しかったです。今飲みたい。ここで
はい。まずトランジションですね。もうここはもう皆さんわかると思います。フィルムディドが入ってます。すごくシンプル。ドローンを、これ実はですね、逆再生してるんですよ。逆再生しても、この被写体が動いていないから違和感ないですよね。まあそういった観点でこれは逆再生全然ありだと思います。で、後ろ向きにいってるんで、その後、木でつなげると。真上カット。なるべく構図はたくさん収めてます。真上からディティール、真横、トランジション。で、こういう木から次のこの椅子のトランジションにつなげて、ワインの美しさ。このね、ブドウからワインになってるんだよっていう一貫したストーリーをつなげます。まあ CM なんで基本的には描写です。ストーリーというよりかは描写なんですけれども、基本的にカットとカットをつなげるっていうこのね、演出はなるべく意識しました。例えばこれ水滴が落ちるタイミングでワインが注がれると。はい。これも演出です。白いカーテンと次、椅子でトランジションです。これすべて星野リゾートリゾナーレ八ヶ岳の素晴らしい環境、一番ね魅力的なポイントで撮影させていただきました。もちろん撮影許可済みです。めちゃめちゃ良かったですよ。てか、そういえばめちゃめちゃ良かったです。正直めっちゃ感動しました。はい。ご家族でも、カップルでも、お一人でも、ぜひ行ってみてください。これもめちゃめちゃいいカットですよね。ワインのボトルを出すタイミングとともに横スライド。でも本来ね、そう、シネマカメラだとこういう環境でも美しく撮れるんですよね。でも iPhone だとノイズめちゃめちゃ出るんで、この後ね、見ていきましょう。はい、基本的にはワインの魅力、環境の魅力、大人なリゾナーレ八ヶ岳。はい、ということで、iPhone 行きたいと思います。で、iPhone 僕で使って思ったことがあります。広角の方が綺麗に見えます。はい。これ言ったらちょっと安直かもしれないですけれども、広角の方がなんかノイズが出ないですよね。で、これズームするとノイズ出てるの分かりますか？細部ですが。でもやっぱりね、こういうスローモーションにすると、このね、ディティールがね、ちょっとノイズというか、割れてるというか、やっぱりね、この iPhone とシネマカメラを比べてしまうと、もう圧倒的にやっぱシネマカメラなんですよね。ただ、iPhone だからこそ撮れる気軽さ、気軽な構図、そして表情みたいなものがあるんですよね。こういうのとか、本来シネマカメラ持ってローアングル、ここまで寄ることっていうのはなかなか難しいんですけれども、iPhone だと寄れちゃいます。で、やっぱりね、iPhone だと大きなカメラじゃないんで、お子さんたちのこの表情とかが、なんか、リアルな形で収めることができると。だから、カメラなんだけど、カメラじゃないと思っていただいたらよくて、こういう水中とかも気軽に入れることができるし、もちろんジプロもつけましたけどね。なので、シネマカメラがいいから素晴らしいとか、iPhone が安いからいいとか、そういうわけではなくて、本当に撮りたい要素によって表現ってものが変わってくるので、シネマカメラでも GoPro を使ったように、いろんな表現に合わせて、このシネマカメラと iPhone を使い分けてみてください。はい、最後。はい、これも iPhone です。手伸ばして、こうやって。手伸ばして撮りました。はい。広角いいですね。空間がいいんだよな。他 iPhone コンテンツの魅力。基本的にはやっぱりiPhone とかって背景ボケたりとか、やっぱりこの被写体をね、フォーカスさせて撮るっていうのはなかなか難しくなってくるので、表現力がね、薄くなってしまうので、トランジションっていうものは基本的に意識しました。例えばこういう下につなげたので、ドローンの雲みたいなところは最初から想定していなかったけれども、編集時にこの思考をね、巡らせて、なんかつながるポイントないかなみたいなのを意識して撮りました。で、こういうのがね、フレア出てるんですけれども、iPhone ってやっぱりボケ感とか出せないので、こういうフレアとかを出して調整するっていうのはよく使う手法です。太陽とか照明の位置意識してみてください。テントウムシ。テントウムシがいるワインは美味しいです。って言ってました。はい、最後こちらでエンディングと。はい、ありがとうございます。
皆さんね見ていただいたと思うんですけれども、やっぱりねこのスマートフォンで動画を見るとね iPhone なのかシネマカメラなのか正直あんまりわからないと思います。スマートフォンでも十分綺麗です。なので今回言いたいのはこのサイズ感、大きさがものすごく大事だと思っていて、やっぱり大きいからこそ撮りづらいっていうポイントがあるし、iPhone だからこそ、撮りやすいっていうポイントもあると思うので、表現によって使い分けてみてください。動画はね、皆さんが思ってる以上に奥深くて楽しい、趣味というか遊びというか体験だと思ってるので、ぜひ皆さん参考にチャレンジしてみてください。ということで、今日もね最後までご覧いただきありがとうございました。改めてね、星野リゾートリゾナーレ八ヶ岳さん、ありがとうございました。バイチャー。